皆さんこんにちは。腰痛マンです。本日は3代目となる Z12 型日産キューブのご紹介です。 Z11 型の後継として世界にデビューしてこけた昔日産360という日産の全ての車に試乗できる海外イベントがありまして、そこで Z11 型キューブが大人気だったため、世界戦略車として作られたのがこの Z12 型です。ただ出たのが2008年末のリーマンショック真っ只中ということと、いろいろあって早々に海外販売は終了し、日本国内でも Z11 型ほど売れず、2020年に静かに消えてしまいました。悲劇の名車かもしれないこちら、今回ベーシックグレードの 15X を見ていきましょう。フロントマスクです。 Z11 型の直線の中に丸があるスタイルから丸の中に直線があるスタイルとなりました。モチーフはサングラスをかけたブルドッグということで、そうするとこの丸みとヘッドライト周りも納得です。丸くなったボディと合わせて、これはこれでやんちゃっぽさがあるのですが、 Z11 系の普通に優しい顔バージョンも欲しかったですね。発売当初からそういう要望はあったと思うのですが、かたくなにこのフロントマスクを変えなかったあたり、日産と。サイドビューです。 Z11 型と基本デザインは変わらないのですが、全体の角が丸められて曲線的な印象になりました。ブルドッグ感は出ていますが、贅肉がついた印象で、先代の方がスマートで無駄がなく見えます。先代よりかなり丸くなった窓ですが、これがちょっと困りものです。中から見るとサイドウィンドウの端の視界が丸く欠けていたり、 A ピラーの根元が太く見切りが悪いです。さらに曲線部分の処理については先代より荒くなっています。エクステリアデザイン先行で Z11 型の見切りの良さがスポイルされて残念です。リアです。海外の規制適合のためか、 Z11 型で散々低いと言われたためか、テールライトがリアバンパーの上側ナンバー上に移動しています。リアバンパーとフェンダーの連続した膨らみと合わせて、先代と異なるボリューム感があります。先代の人畜無害スタイルからクライスラーの PT クルーザーっぽい悪さのあるスタイルとなりました。これは海外市場対策だったのでしょうか。と Z12 キューブを見ていくと、キープコンセプトに見えて全然違うデザインでした。当時のユーザーは乗り換えに困ったと思います。ボンネットを開けました。 X だとインシュレーターはついていないです。ただバルクヘッド部分はきっちり遮音されています。エンジンは HR15DE です。初代ノートや T ダ、ウィングロードなど様々な車に使われて、現在でも AD に使われている息の長いエンジンです。2014年式では2012年のマイナーチェンジ時に燃費の向上技術が追加された改良型が搭載されています。トランスミッションはジャトコ製の複変速機付きエクストロニック CVT となります。もともとは初代ノートや T ダと同様の複変速機なしの初代エクストロニック CVT でしたが、こちらもマイナーチェンジで変更されました。さらにアイドリングストップとそれに伴う坂道ブレーキホールド機能などが追加されています。フロントサスはストラットでスタビライザーがついています。キューブだと頭の部分にはキャップがないですね。モデルと年式によってまちまちなのが日産って感じです。プラットフォームは先代と同じ B プラットフォームとなっています。リアサスはトーションビーム式です。先がパイプ状になっているアームと短いスプリング巻き数はいつも通りですが、スプリングのストロークが珍しく短いです。先代より100キロほど重いので、ロールを抑えるために短くしたのかなと思いますが、そのあたりは走行編で見ていきましょう。前席に乗り込みます。敷居部分のサイドシルがちょっとだけ高いですが、乗り込みやすい方です。フロントシート座面は48センチと長めで、座面部分のクッションは先代よりますます分厚くなってソファー感覚です。ホールド感はないですが、そしてこちら初期の G グレードでは動物の毛のようなクラッシュベロアシート、特別仕様車でジーンズのようなインディゴブルーのシートなど選ぶことができました。販売最後の方は G だけでなく X の V セレクション、マイキューブというグレードでこれまで出た全てのシートを選べるという全要素開放的な期間がありました。私はラウンジブラウンインテリアのクラッシュベロアのシートが非常に好きで、購入したいなぁと検討したこともありました。シートリフターは全体が上がるタイプで非常に良いです。このキューブの後に出た E12 ノートはどうして座面だけの昇降になったのでしょうか。視界は先代より悪くなりましたというより、先代が良すぎでした。先代は自然にボンネットの端が目に入っていましたが、今回はインパネが高くなったのか、シートを一番上にしてボンネットがまあまあ見える状態です。
A ピラーの太さと合わせて左前が不安です。下の奥の方にチルトステアリングのレバーがあります。シートリフターと合わせてポジション調整はバッチリです。操作レバーは先代より軽くなりました。ステアリングは K13 マーチ E12 ノートと同じもので専用品の先代より味気なくなりました。ただ2016年の一部変更で全グレードで本革巻きに、2018年には Z34 やジュークと同じものに変更されました。そして前々回のシボレー MW、前回の仙台キューブに続きまたコラムシフトでベンチシート、ベンコラの車です。メーターは自発光式で見やすく、デザインは月と地球を意識したようなデザインです。ただフロントライトの形状と合わせて当時目玉のおまわり3メーターとか言われていました。先代に対してトリップと時計のスイッチが反対になり、トリップを切り替えやすくなりました。液晶メーターでは航続可能距離に平均燃費や瞬間燃費を見ることができるようになって情報量が増えています。後席に乗り込みます。前席よりサイドシルが低く、開口部が先代より大きいため乗り込みやすいです。窓は 100% 開きます。後ろ4割ほど残るのは先代同様です。顔を出さずに風だけ取り込みたい場合は良いかもしれません。リアシートは座面が48センチと長めです。シート高さは37センチと高く、膝下の自由度が高いです。足元スペースはスライド一番後ろの状態で36センチ、一番前の状態で13センチとなります。リアシートの数字上の広さはトヨタのルーミーやハイト系軽自動車に劣りますが、快適性はこちらの方がはるかに高いです。シート全体が分厚く、シートバッグが長く、いつまでも座れるようなシートになっています。リアフロアはフラットで移動しやすく、中央席は2008年時では珍しい3点式シートベルトと後席ヘッドレスト標準装備です。リアアームレストのため背中部分が硬くはありますが、我慢できる範囲です。また足元に何もないため、他の車に比べてしっかりと座れます。4メーター未満の5ナンバー車ではトップの中央席です。ただシートベルトの解除に細い板状のものが必要になるのが難点ですね。インテリジェントキーの物理キーがしっくりきます。アームレストはちょっと位置が低めですが、弾力があって快適です。肘でグリグリやっても底つきしない分厚さがあります。また紐を引っ張るタイプでやや面倒ですが、シートリクライニングするので好きな姿勢でだらけることができます。先代よりさらにマイルーム感が進化しています。シートはホールド感以外は素晴らしくよくできています。現行の車でもこのクラスでここまでしっかりシートを作っている車って世界を見てもないんじゃないでしょうか。インパネは先代に対して曲面を多用した丸いデザインとなり、イメージが一新されました。エアコンルーバーも四角から丸型に変化して車のコンセプトの変化を表しているようです。素材はハードプラです。シンプルで曲面多用のこのデザインだとドアトリム含めて全部ソフトパッドにしてほしかったですが、そうすると定価が5万円ほど上がりそうですね。フロントドアポケットには縦にスマホが入ります。ドア下には先代にはなかったドリンクホルダーが追加されました。ただドアポケットはホールド性がいまいちですので注意。ドアアームレストにスリットがありますが、これはデザインではなくファッションラバーバンドというゴム紐を引っ掛けてカードホルダーなどにできます。アームレスト部分にはファブリックが貼ってあって触り心地が良いです。天井周りはこんな感じです。ルームランプ周りは波紋のような模様になっています。 G グレードだと障子シェードという半透明のカバー付きのガラスルーフがつきます。運転席の横にはドリンクホルダーがあり、こちらも底が波紋になっています。2つありますが、片方は細い缶しか置けなさそうです。ただ横に広いのでスマホなど置けて便利です。インパネ中央にはデザインに合った丸いハザードボタンがあります。横の蓋ですが、海外モデルでは助手席エアバッグのカットオフスイッチがつきます。エアコンはマーチから2代目ノートまで続く丸型タイプです。面白い形ですが、現在から見るとスペースを贅沢に使っているデザインです。エアコン横にはアクセサリーソケットとどこでもフックが1つついています。リアドアなどに付け替えができて、いろいろなところに物を引っ掛けることができます。このフックはディーラーで追加購入できました。エアコン下には先代同様のゴムネット式のポケットがあります。純正ナビをつけるとここに USB ソケットがつきました。シート下には先代同様のドリンクホルダーと、さらにパワーアップして物入れトレイもつきました。ドリンクホルダー部分は取り外し可能で、
外すとボックスティッシュなどの大きなものをトレイに入れることができます。その場合外したドリンクホルダーはどっか転がしときましょう。その分シート中央の開閉式トレイはドリンクホルダーと小さなトレイになりました。アームレストを出していてもドリンクが使えるのがよく考えられています。アームレストは巨大です。物入れ付きですがちゃんと2部分にクッションがあって柔らかくなっていて素晴らしいです。さらに中にはペットボトルやボックスティッシュが入れられます。助手席前にはテーブルっぽいスペースがあります。オプションで木目調などのプレートをつけることができました。またグローブボックスは奥に広いです。3段になっています。中央が一番広く、上下には書類など小物をいろいろ隠しておくことが可能です。ダッシュボードの頭がちょっとへこんでいますが、ここにはドラえもんの先生の頭のようなオプションのマットを置くことができます。後席のドアにはポケットと先代になかったドリンクホルダーがあります。アームレスト部分は前席同様ファブリックが貼られていて良いです。リアアームレストにもドリンクホルダーがあるので、後席に人が乗っても十分な数のドリンクを置けます。助手席シートバックにはポケットがあります。ラウンジブラウンなどの特別なインテリアになると運転席の後ろにもポケットがつきます。先代に増して収納スペースが増えました。4人でくつろいで移動できる快適空間になっています。荷室です。先代同様横開きのバックドアになっています。テールライト位置が高くなったため縁が高いです。リアシート一番後ろの状態です。リアサスの張り出しが大きく幅は狭めですが、買い物かごは2つ横置きできます。奥行きはまあまあありますが、縦置きできるほどではないです。リアシートを前に出すと84センチまで荷室が広がります。ただシートレールがあるのでフラットに使えるのは66センチまでです。この状態だと買い物かごを縦に置くことができます。幅は100センチと控えめ、開口部の高さも87センチとこちらも控えめです。その分リアバンパー部分が高く衝突安全性が高いと思います。ストラップを引っ張るとリアシートが倒れます。だいぶダウンしないので30センチほどの段差ができますが、シートが快適なのでしょうがないところです。倒した時の荷室奥行きは113センチ、斜めの長さは142センチと2代目デイズとほぼ同じサイズとなります。ただ形が真四角な分スペース効率は高いです。バックドアには先代同様の大きめのポケットがついています。また右の C ピラーにはポケットや回転するフックがついていて便利に使うことができます。スモール、ロービーム、ハイビーム、ハザード、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ、一般道です。まず感じるのは包まれ感ですね。静かで外界とシャットアウトされていて、先代よりさらにマイルーム感、走るソファー感が強くなっています。1.5 リッターエンジンにワイドレンジの CVT の組み合わせなので、街中では1000回転くらいで巡航でき、さらに静かに走ることができます。ブレーキは利きは普通ですが、ペダルがちょっと高い位置にあり、組み替えに時間がかかる印象です。アイドリングストップ付きなので、信号待ちでは無音の空間でシートにもたれかかってボケーっとリラックスできます。乗り心地ですが、見た目と違ってポンポン跳ねます。ただガツンとくることはなく、ポヨンといなすので快適です。さらにトルクが下から出て走ってくれるため、1.2 トンありますが元気に跳ね回る車だなぁと感じます。狭い道です。四角くて見切りはいい方だと思うのですが、内外装で感じたように A ピラーが太かったり窓の端が丸かったりで端に寄せられますが、なんとなく不安が募ります。5ナンバーですがより大きな車に乗っているようで、この前乗ったクライスラーのイプシロンと同じような感覚になりました。お久しぶりの椿ラインです。まず上りです。トルク型の 1.5 リッターエンジンで CVT なので、そこまでアクセルを踏まなくてもゆるゆるとそれなりのスピードで上ってくれます。 CVT の副変速機の切り替えは気にならないですが、
エンジンが3000回転くらい回っていると意外とベルトノイズのドヒュン音がします。カーブは見かけによらず曲がります。先代よりちょっと切り返しが重めではありますが、ロールも少なくて走りやすいです。下りです。下りもロールがゆっくりで曲がりやすいです。ただ先代よりアンダー気味で安定志向な感じがします。イプシロンと似たような曲がるけど基本私は直線が得意なのですという走り味です。また個体の問題かもしれないですが、セルフステアが弱いです。カーブを曲がりきった後のハンドルの戻りが悪く、手で意識的に戻す必要がありました。スタッドレスタイヤのせいでしょうか。高速道路にやってきました。60キロから120キロのタイムを計測します。タイムは11秒562でした。同じパワートレインのウィングロードの 0.4 秒落ちです。このキューブとウィングロードはほぼ同じ車重なので、車高の差による空気抵抗の差かなと思いました。120キロ時は走りやすいです。この日風が非常に強かったのですが、どっしり安定して走ってくれました。風切り音が目立ちますが、それ以外は快適に巡航できます。車線変更時ですが、 B ピラーが太いのとリアシートバックが高くてヘッドレストが真ん中にしっかりついているので、横と後方視界は良くないです。フル乗車しない場合、ヘッドレストは外してもいいかもしれません。100キロ時です。下道だと結構ポンポン跳ねていましたが、高速だとやはりどっしりしています。こういう風が強い日に横風がバーンと当たっても、ステアリングがちょっと動くだけで B プラットフォームの車としては最良の走行性能を持っていると感じました。80キロから90キロ前後だと非常に走りやすいです。風切り音が多少しますが、それ以外は静粛性が高く快適空間です。これにプロパイロットつけると勝手に走る安楽椅子で、長距離ツアラーとして適性バッチリなので、ぜひ日産には4代目キューブを出してほしいですね。219キロ走って燃費は 14.8 キロリッターでした。偶然にも Z11 キューブと同じ燃費です。先代より100キロと 100cc プラスして同じ燃費なのは良い結果でしょうか。さて Z11 キューブの5段階評価ですが、評価は3、普通です。室内の快適性、走行性能、ほぼ先代より良くなっているのですが、デザインが世界向けということではっちゃけすぎて逆にどこにも受けなかったのが残念です。値段がやや上級に移行してしまったのもあると思いますが、最近世界で箱型の車が売れ始めているので、日産には2代目のデザインを見つめ直して4代目を出してほしいですね。特に欧州だと K14 マーチが2022年12月に販売終了。米国はこのクラスはバーサだけなので何か出してほしいところです。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。